なんで、こんなに、連続で、星5評価が出るんですか？というわけで。やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、現在、高級5ドライバで一番強いんじゃないかと噂される、ヤニンカノン。そんなに強いんですか？と車に構えて待ち構えてたんだけど、見事に吹っ飛ばされたわ。このレビューを見てる人からすれば、あんまり聞き覚えのないブランドだと思う。それもそのはず、カノンは、初めて日本に大々的にサンプルが垂れ流された一本で、このブランドの知名度をゴリッと押し上げるための存在でもあるからだ。今までもそういう企みをしてきたブランドはあったけど、でも現物がダメだと、なんとなく歯の奥に物が挟まったような物言いになるものが多くて、そのまんま上陸に失敗して、そっとまた存在を消すもの。今回のヤニンカノンは、現物が良すぎる、国内のハイエンドイヤホン志向のユーザーに、がっつり知名度を得ることができたんじゃないかな。そんなわけで、僕の手元にも、ヤニンカノンはやってきた、うさんくさいくらい高評価、と警戒感を覚える人もいると思うんだけど、これがまたちゃんといい？ヤニンカノンは、低価格イヤホンのおかげで、かなりみんな慣れ親しんでいる。1台のダイナミックドライバに、4台の BA ドライバを組み合わせた、よく見かける、5ドライバのハイブリッド構成のイヤホンだ。個人的に、低価格マルチドライバブランドは、この構成出したら一丁前、くらいに思ってる構成だったりもする。ドライバの構成は5ドライバだけど、音は3系統に分かれてる。ドライバがそれぞれ別の音色を出さず、同じ音色を重ねるのは、よくある手法だ。ただし、カノンの3系統には理由がある。この3系統のゲインを調整する物理スイッチがついてるんだ。つまり、カノンは、マルチドライバとしてバランスのいい、3系統5ドライバに、高音、中音、低音をそれぞれ加減できる、チューニングスイッチを組み合わせた、細かなチューニングが可能なイヤホン、というわけ。これは内部で回路的に音のバランスをいじるもので、ノズルにて調整するタイプよりも、各音域が押さえつけられている感が少なく、自然に音の変化を楽しむことができる仕様になっているぞ。ただし個人的おすすめは全部オンのフルパワーだけどな。この価格だと、最近は、お上品な感じにまとまってるイヤホンが多いんだけど、カノンはそれはもうリスニング向けの、カナル型イヤホンの気持ち良いところを最前面に押し出した一台だ。すなわち、高音のキレ、中音域の分離感、明瞭さ、そして低音のインパクト、それらがしっかりと収まって、なおかつ空間も広く感じる。で、おまけに強すぎる、と感じたところを若干抑えられるので、より自分好みのバランスに、一瞬で補正できる。この手のイヤホンは、それでも価格を出すにふさわしい。完成度、という点で悩むものも多かったんだけど、カノンはその完成度とギミック、そしてわかりやすく楽しいサウンドを持って、$349で勝負だ、と、突っ込んできたというわけ。音色に詳細に入っていく前に、外装を見ていこうか。カノンの外装は、このクラスにふさわしい、一台一台異なる、暗いレッドとガンメタリックの混合色、商品画像と全く違うものが届くので、自分の答えに期待と不安が混じるだろう。僕の手元に届いた現物を撮影しているが、結構他の方の写真を見ても、フェイスプレートの模様は人それぞれの状態なので、ここはばらつきがありそうだ。ラメありの外装を持つイヤホンって、大体もっと派手な色合いなんだけど、写真を見てもわかる通り、カノンはすごく落ち着いた色合い、それでいて音の方はかなり派手なんだけどな。付属品はシンプルで、スマホとかについてくる、SIM ピンと呼ばれるスイッチを操作するための棒、それから、マニュアル、ケース、ケーブル、イヤピだ。ケースの中に、ケーブル、イヤピが装着された状態で、カノンが収まっているぞ。この背面のスイッチは、それぞれ、低音、中音、高音に対応していて、SIM ピンを使って上げ下げする。以前、触ったことのある、TRI スター C という、似たような2つのスイッチを持つイヤホンや、それから、背面にデカデカとスイッチが配置されている、LZ の A7 なんかは、ちょっとコツを覚えると、爪で簡単にスイッチが操作できたんだけど、カノンの場合、ちょっとスイッチが埋まり気味なのか、横着しないで SIM スイッチを使わないと、スイッチが動かなかった。この点は注意が必要だな。付属ケーブルは、最初から銀メッキ単結晶銅のものが付属していて、そのまんま、ヤニンカノンの実力を満喫できる品質だ。ケースもしっかりしたものが付属していて、最小限ながら、そこら辺は高級機の貫禄があるよな。で、このイヤホンの内装について、内装は、10mm のダイナミックドライバと、4台の BA ドライバ。BA ドライバはハイクラスらしく、ノールズのものが採用されていて、これもカノンの完成度に寄与してる印象がある。
低域は、LCP か何かみたいな弾力のあるなり方なんだけど、10mm のバイオ振動板を採用している、とのこと。バイオ、の意味が、素材が生物由来、なのか、それとも構造が生物を参考に設計された、のかわからないが、どちらにせよ、温かみ厚みのしっかりある音をこなせるので、優秀なドライバーだと思う。しっかり高級機のスペックを持ちつつ、割と低価格でも見かける構成、というのがわかるな。ただ、シェル、BA、手間のかかるスイッチのチューニング、などなど、この価格に納得できる要素も山ほどある。あとは、能楽器にふさわしい音が出れば完璧なんだけど、こういった高級な部材を使った、$300オーバーのイヤホンって、基本的にお上品な音を出すものが多い。となると、いやはやお上品で凄みがありますね。お値段が合えばご検討ください。が、いつもの高級機のレビューの締めなんだけど、カノン、このリソースを、とにかく楽しいイヤホンに投入したんだよ。価格的に攻めたイヤホンだし、インピーダンスが8オームと、ノイズが乗らない機種をしっかり選んであげないと、なかなか本来の透き通った音色を楽しむことはできないんだけど、それを踏まえても、カノンの音色は素晴らしい。何が素晴らしいかって、透き通る高音域、かつ元気、透明感があって、それぞれの音が分離して聞こえる。でもって、空間も広く感じられ、それぞれの楽器が鳴っている場所がしっかりつかめる中音域。しかも元気、そして、元気かつ包み込むようなベース、サブベース、かつ、スイッチのオンオフ問わず、他の音に干渉しない、チューニングの完成度。この手のスイッチありイヤホンって、自分にとってのベストな組み合わせ以外のところで、数合わせみたいな音を出す組み合わせが必ずあるんだけど、カノンはそれがない。どのスイッチでも、音に違和感を感じさせない、完成度の高さ、それこそが、カノンが皆様から軽くない負担を求める理由であり、そして、僕らがこの値段でもこのイヤホンを検討するに値する理由だ。カノンの基本キャラクターは、結構強烈なドンシャリ傾向を持つ、わかりやすく気持ち良いイヤホン。ボーカルの音量が下がっても、ボーカルが飲み込まれることがないのが、カノンがこのクラスに位置している理由だと思う。また、スイッチギミックのおかげで、弱ドンシャリ、中音域重視、高音重視、そして低音最重視などなど、カノンの音かつ、どこを力強く鳴らして欲しいかを選択する、細やかな自由がある。最近だと、CCA-HM20 が、この域に達しつつあって、低価格イヤホンの躍進を感じていたんだけど、そこにさらに、細やかに音色を調整する自由と、それから、10mm 振動板らしい、超低音域の表現力、それを加えたのがカノンだ。ぶっちゃけ、低価格のハイブリッドイヤホンも、かなりいい勝負をしている。が、そこにさらに詳細に調整された、もう一歩を得るためのコスト、それが、カノンには納得させられると思う。音色を分解してみよう。高音域は、単純に楽しく、気持ちよく伸びる。抜けの良さもしっかりとあるぞ。金属音はしっかりと輪郭が立つ。この手のレジン製系のイヤホンだと、高音が気持ちよく伸びきらないこともあるけど、カノンは非常に気持ちの良い硬質さ、抜けの良さを持っていて、分離感も高いぞ。ちなみに、スイッチを切っても、この角音の引き立ち方は変わらず残る。なので、高音が強い、と感じても、このインパクトのある高音を保ったまま、少し抑制することができるぞ。中音域も優秀だ。しっかり聞き取れるボーカル帯域。ちょっとより聞き取りやすく強調してる感じはあるけど、十分に自然。カノンは高音と低音が強いので、これくらいメリハリがある方が良いと思う。カノンのスイッチングの良いところは、しっかりとこのバランスを保ったまま、ゲインが変化すること。なので、もちろん、このボーカルも、単純に大きさが変化するだけで、聞こえ方が変わらない。ただ、中音域だけを引き上げると、暖色まではいかないが、ニュートラルな印象くらいまでは変化したな。この状態でも明瞭感はしっかり残るので、カノンらしさはある感じ。ただ、本量は全スイッチオンか、高低音のどっちかのスイッチをオフにした状態になると思う。そして低音域、しっかりパワフル、サブベースと、それ以下の振動感までしっかり感じられる仕上がり、二重磁気などを採用している KZ 系を聞いた後でも、しっかりインパクトを感じられるので、かなり深いところまで鳴っている印象を受ける。また、他音域の後ろ側で鳴っている感じがあって、高音、中音域を塞ぐことがないのが素晴らしい。これだけ派手なドンシャリなのに、各音色が衝突しないのが素晴らしい。また、この手のマルチドライバは、中音域あたりがごちゃっと混ざることがあるんだけど、そのあたりがくっきりと浮き立つのもカノンの美味しいところだな。ここ最近、星5評価を出してるイヤホン、CCA-HM20C オーディオ夢にそして、このヤニンカノンも、この中音域あたりがしっかり改造してることが高評価の要因になってると思う。何かこの帯域に対して大きなアプローチの変化でもあったんだろうか。何はともあれ、どうスイッチをいじっても、ここの明瞭感が保持されるのが、カノンのミソだと思う。
で、カノンの良いところは、これらのとっちらかりそうな空間表現を、非常に広く、かつ自然にまとめてるところだ。遠目、包み込むような低音、そして、比較的近い位置で、はっきりと配置がイメージできる中音域と高音域。この空間表現も合わさって、カノンはこの価格にふさわしい一台になっている、と感じたぞ。フラグシップはそう安直におすすめできるわけではないが、他のものの刺さったら超おすすめ、という締め文句が、多くのユーザーに発生しているカノンは、間違いなく、良いイヤホンなんだと思う。勇気のいる価格だとは思うんだけど、ぜひ記憶に留めておいてほしい。おすすめだぞ。と、こんなところだな。なんというか、バランスは KZK みたいな感じなんだけど、チューニングの追い込み方がえげつないイヤホンだと思う。こういう楽しいイヤホンを買い漁っている人が、最後に流れ着く場所になりそうだ。しかも300キロ先から看板が出てる状態だったら、そりゃ漂着者が続出するんじゃないだろうか。僕自身、この価格帯で一番刺さるイヤホンになったと思う。1万円以上は自腹しない、という誓いが音を立てて崩れていく、といった感じで今回はここまで。